はいどうも弁太郎です。今回のテーマはホンダ CB250R 250cc で 144km と超絶軽量な隠れた名車です。乗り始めてある程度馴染んだので所有者目線で解説します。 CB250R の特徴はとにかく軽いことです。公道を走れるフルサイズの 125cc やオフロード車が 130kg くらいで、それに次ぐ軽さです。 CB250R の軽さの体感はほとんどそれらと変わりません。むしろセローなどのオフロード系は車体が大きいので、取り回しでは 130kg のセローよりも軽く感じることもあるくらいです。軽さのメリットといえば加速感。参考までに1名乗車くらいでのパワーウェイトレシオを計算してみました。出力の単位は馬力、トルクはニュートンメートルを使っています。仮に 60kg 1名乗車とすると車体が 144kg なので 204kg、 出力は27馬力なのでパワーウェイトレシオは 7.56、 トルクは23ニュートンメートルでトルクウェイトレシオは 8.87 です。以前 Z400 の動画で車のカローラなどとパワーウェイトレシオを比較しましたが、カローラよりパワーウェイトレシオはだいぶ上になりました。単気筒なのでパワーは控えめなものの軽さもあって結構いい数字だと思います。 GSX-S125 などの 125cc フルサイズではどうしても発進トルクが小さくて高回転まで回さないともっさりした感じがありますが、この CB250R は初速からスピーディーにいけますね。軽さと合わせて大事な特徴が回転半径の小ささです。実はこの小回りによる運動性能の高さがこのバイクの進化かもしれません。最小回転半径は 2.3 メートルと、これより小さい回転半径のバイクはミニバイクとセローくらいです。 125cc フルサイズの CB125R と車体が共通なので、それと同じ回転半径です。ざっと回転半径を整理するとこのようになっています。グロムやセローが 1.9、 CB400 スーパーフォアが 2.6、 MT-03 が 2.7 から 2.9 です。 SR も 2.4 と検討していますね。 Z650 はミドルクラスの中ではかなり小回りが利きます。 CB250R の 2.3 メートルはこの表を見ても上位にあることがわかると思います。このバイクを購入する前、ホンダモーターサイクリストスクール、通称 HMS で CB250R を使って走ってみたことがあります。それで気に入って翌日ホンダドリームに予約に行ってしまったのですが、フルロックフルバンクでタイトコーナーを素早いコーナーリングで駆け抜けることが可能です。パイロンスラローム、8の字走行はもちろん U ターンもかなり余裕を持って回れます。オフロード車、ミニバイク並みの小回りといっても過言ではありません。ホンダ系列の会社が実施している HMS は1日行くと相当スキルアップできる夢のスクールですが、また別の動画で詳しく紹介したいと思います。ハンドルは横一文字に近く結構離れています。このためやや前傾気味の姿勢になるのと、フルロックまでハンドルを切った時外側が結構遠くなります。この辺は Z400 など現代のストリートファイター系に準じていますね。やや前傾になるといっても快適な範囲内の前傾ですし、フルロックフルバンクするジムカーナのような環境でも車体が大柄ではないので困るようなハンドルの遠さではありません。シート高も 800mm なので小柄な人は一度またがって足つきのほかフルロックまでハンドルを切った状態を体験してみた方がいいと思います。ミラーは見やすいです。普通のミラー角度で真後ろまで見えるのでエクステンションで位置調整などをしなくても問題ないと思います。ハンドルの振動も大きくないので高速道路走行などでもミラーの振動で後ろが見づらいということもありません。2022年モデルからギアポジションインジケーター、アシスト&スリッパークラッチなど他のモデルと遜色がない装備がつきました。それまで 250R だけちょっと遅れたような装備でしたが、これでそういったモヤモヤから解放されています。
ギアポジションインジケーターはやっぱりありがたいですね。だいたい感覚で分かっても目で確認できれば幻の7速に入れたりすることもありません。アシスト&スリッパークラッチのおかげでクラッチはかなり軽いです。クラッチは軽ければ軽い方がいいですね。高速道路を走る体感については特に辛さを感じることもありません。比較の対象がちょっと偏りますが、パフォーマンスダンパーをつけたセローより全然楽です。そしてパフォーマンスダンパーをつけた SR400 よりもはるかに楽です。 Z400 よりも振動が少ない分楽な感じがします。軽いので横風に弱そうですが、意外にそうでもなく、横風も SR400 に比べれば安定している感じです。 CB400 スーパーフォアや XSR700、Z900RS と比べるとさすがにそれらのバイクほど楽ではありません。144キロの超軽量なので200キロ前後クラスのバイクに比べれば高速安定性はもちろん劣ります。でも CB250R にはこれで十分いけるかなという懐の深さを感じますね。 CB250R 用のパフォーマンスダンパーも販売されているので今度試してみようと思っています。取り付けたらまた別の動画で紹介しますね。リアサスは初期状態で7段階中柔らかい方から2段目にセットされています。ホンダのバイクは全体的にデフォルトがあまり硬くないイメージがあります。ヤマハも同じような感じで、川崎はやや硬め、スズキは結構硬めくらいなイメージがあります。スズキ SV650X や GSX-S125 のデフォルトでは結構跳ねる感じがありますが、 CB250R は道路のギャップでも跳ねたりすることなく、とてもいい乗り心地です。体重60キロ以上の人はご自身の体重に合わせて硬めに調整してもいいかもしれません。分解せず簡単に調整できる仕様なのでありがたいですね。積載はないのでシートバッグかキャリアで増設しましょう。シートバッグをつけてもそんなに背中に当たって邪魔な感じもありません。キャリアをつける場合は CB125R、 海外版の CB300R と車体が共通なのでこれらに対応した製品が使えます。ペンタローはシャットの箱が余っていたのでそれをつけるのにシャットのフィッティングキットをつけようと思っています。耐荷重が高いキャリアをつけておけばちょっとした遠出にも十分な大きさが積めますね。他のバイクとの比較ですが、1日試乗したバイクなどは基準が遠く当てにならないので同じ所有バイクとの比較だけ紹介します。スズキ GSX-S125 と比較すると街乗りでは CB250R の方が明らかに速いですね。逆に高回転回す楽しさは GSX に軍配が上がると思います。日常使いオールマイティに使うなら CB250R、 ワインディングを1万回転オーバーの高回転を勝ち回して走りたい人は GSX-S125 が良いです。 GSX-S125 は下のトルクが薄いこともあり自然に高回転キープで走ることになり、それがまた特に気持ちいいのですが、 CB250R も1万回転回るので高回転維持で走れます。振り切ったスポーツモデルかバランスが取れたスポーツかの違いですね。近い土俵の2台です。 Z400 との比較では直線のパンチ力は圧倒的に Z400 です。直線の加速が好きなら Z400 の方が楽しいでしょう。 Z400 のパワーウェイトレシオやトルクウェイトレシオは以前計算しましたが、初速からの加速感は大型ミドルクラスに近い気持ちよさです。それに対して CB250R は軽くてクイックに回れます。 Z400 もかなり軽いですが CB250R は輪をかけて軽いので、小さい回転半径を合わせたクイック感が好きな人や日常使いほか軽さが良い場面では CB250R の方がいいと思います。ワインディングはどっちも楽しいので走り方によりますね。上りは Z、 下りは CB という感じでしょうか。甲乙つけがたいですね。はい、ではまとめます。
125cc クラスの小回りを利かせた使い方をしたいけど高速にもたまに乗れると使いやすいというライフスタイルの人は CB250R は最適なバイクの一つだと思います。これより楽なバイクはセローくらいしかないのではと感じるくらい取り回しも含めた日常使いがとても楽です。街乗り中心の 125cc を考えている人で保険の都合などによる 125cc 縛りがなく購入予算の都合がつくのなら絶対これがおすすめです。 CB250R は以前は他のバイクよりちょっとお高めでしたが世界がインフレしてきてむしろリーズナブルに感じる価格になっています。安心のホンダクオリティなのできっと長く付き合えるんじゃないかと思います。ホンダドリームで引き取って帰るまでの道のりもギアも入りやすいし何の心配もなく乗れました。やはりホンダのバイクは完成度が高いですね。ペンタローも CB250R はとりあえずずっと乗っているんじゃないかと思います。購入を検討している人などで聞きたいことなどがあればコメントください。じゃあまたね。